もし愛する人があなたをただの道具だと思っていたら。2015年某日、アメリカバージニア州。マッチングアプリですごく素敵な女性に出会ったんだ。嬉しそうにそう語る男性の名はニコラス・カソティス。元軍人で国防総省ペンタゴンでも働いたことのあるエリート弁護士でした。目の前で相槌を打っていたのは離婚したばかりの元妻ヘザー・トーマス。2人は子宝に恵まれずに別れた経緯がありましたが、決して不仲ではなかったため、ヘザーも元夫の新たな恋を素直に応援できたのです。こうしてニコラスは2番目の妻ミンディと再婚しますが、彼女との6年間の結婚生活でも子供はできませんでした。するとニコラスは2番目の妻ミンディを殺害し、3人目の妻と再婚したのです。自分の子供を望むあまり妻を手にかけ別の女性と再婚した男。なぜ彼は殺人を犯してまで父親になろうとしたのか。彼にとって血のつながった我が子は理想の自分の演出に必要不可欠だったんです。おそすけちゃんです。やみやみこんです、気温が暖かくなって、しばらく経つんだけどさ、どこか出かけたくなるじゃない、ゴールデンウィークとかその最たる時期だと思うんだけど、どっか行ったんだ。ドイツとポーランドの行ってたわね。アウシュビッツ行ってチェコ行ってって感じで、ちょっとどっかでねまた行こうかなと思ってます。いや私はねやっぱそういう行楽シーズンになんか肉フェスとかさ、イベントごとがあるじゃない、ああいうのに行きたくて、ちょっと渋フェスなんだけど、私が今度行こうって思ってるのはクラフトフェア松本、個性が溢れた器がめちゃくちゃ並ぶ陶器だったり木工の器だったり、金細工だったり、そういうのが揃うクラフトフェアっていうのがあって、それに行くのがすっごい楽しみなの。どこでやってるの？松本市ってわかる？松本市？長野県？そう、松本城があるところね。ギリギリあとはなんかそういうので東京飲みの市とかね、あったりするんだけど、毎年あるよね。そうそう、そういうなんかイベントでみんながすっごい楽しいおすすめだよってとこがあったらね、ぜひ教えてください。今回はアメリカで起きた夫婦間の殺人事件をご紹介します。これ容疑者は夫だったんですけど、なんと彼は子供を妊娠しなかったという理由だけで妻を殺害してしまったんです。意味がわかんないわよ。だってさ、妊娠するかしないかなんて巡り合わせの話じゃない、確率がある話であってさ、これ奥さんに何の罪もないわよ。ほんとそうなんです、しかもこれ端的に短く説明するのは難しい考え方なんで、動画を通じてその夫の心理について深掘っていければと思います。この事件発覚のきっかけは森で発見された女性の遺体だったんです。身元なき遺体。2022年12月2日、アメリカジョージア州ライスボロ。狩猟クラブの敷地内で一人のハンターが逃げた鹿を追って林の中を歩いていました。なんだ？彼の目に映ったのは道路沿いの溝に横たわる豚の死骸のようなもの。ハンターは何の気なしにその物体へ歩みを進めますが、距離が近づくにつれ思わず青ざめます。なぜならその物体は頭部と両足を切断された人間の胴体だったから。警察が捜査を進めると、半径約 4.8 キロほどの範囲からその他の部位や証拠品が見つかります。道路脇の茂みからは切断された足、頭部は土の中に埋められていました。周辺には血のついたプラスチック容器に大量に散乱した除菌シート、凶器と思われる刃渡り約15センチのナイフも残されていました。犯人は遺体をプラスチック容器に入れて運び、除菌シートで自らの痕跡を消そうとした。証拠からそうした意図は読み取れましたが、捜査はそこで頓挫してしまいます。バラバラにされた遺体には身元特定につながるような特徴は一切なく、所持品もゼロ。被害者が何者なのかを示す手がかりは一つとして残されていなかったのです。捜査に行き詰まったジョージア州捜査局は、発見された頭部をもとに被害者の似顔絵を作成し、情報提供を募りました。すると、ある女性から次のような情報が寄せられたのです。公開された似顔絵が元夫の再婚相手のミンディに似てるんです。通報してきた女性の名はヘザー・トーマス。彼女は元夫との関係をめぐってある奇妙な体験をしていました。時は7年前まで遡り、2015年のある日、ヘザーは目の前の男性の話ににこやかに相槌を打っていました。マッチングアプリですごく素敵な女性と出会ったんだ。そう熱弁する男性の名はニコラス・カソティス。ヘザーの元夫でした。2人は6年連れ添ったものの、この年に離婚。ニコラスは元海軍の法務官であり、国防総省ペンタゴンで働いた経験もあるエリート弁護士で、夫として申し分ない男性でしたが、2人は子宝に恵まれず、
そのことが夫婦に溝を生んだのか、いつしかパートナーとしての愛情は消え、ただのルームメイトのような関係になってしまったといいます。そして離婚するとすぐに次の女性を見つけたニコラス。もともと夫婦仲が悪かったわけではなく、離婚後もニコラスと親友のような関係が続いていたヘザーは、彼の新しい恋も素直に応援できました。ニコラスが新しく出会った女性の名はミンディ・メベイン。ホーム事務員として働いていた彼女は、後にライターやポッドキャスターとしても活躍するなど、聡明で社交的な女性でした。間もなくニコラスとミンディは結婚。元妻のヘザーも再婚し、互いに新しい人生を歩み始めたのです。いや、別れても元夫の新しい恋を応援できるってすごいいい関係じゃない？こういった話聞くとさ、離婚って必ずしも本当に悪いことではないって思うわよね。それがね、再婚した後からニコラスの様子はね、だんだんおかしくなっていく。再婚した後も元妻のヘザーと連絡を取り合っていたニコラス。しかし2018年頃を境にその関係にも変化が現れます。ニコラスと2番目の妻ミンディはこの頃から一つの住所にとどまらず、頻繁に引っ越しを繰り返すように。そうしているうちにヘザーの元へ届いていた近況報告もいつしか途絶えていったのです。そしてニコラスの連絡が途絶えてから4年後の2022年、ヘザーの元へ彼から久しぶりに連絡が寄せられました。妻のミンディが急病で亡くなった。ヘザーは思わず目を疑いますが、これだけでは終わりません。その連絡から数週間後、今度はニコラス自身が自動車事故で亡くなったという知らせが飛び込んできたのです。ほぼ同時に元夫とその再婚相手が亡くなったという知らせを受けたヘザー。到底受け入れられないその出来事からしばらくして彼女が見つけたのが、捜査局がネットに掲載していた身元不明遺体の似顔絵でした。その似顔絵は病死したはずのミンディによく似ていたのです。ヘザーの通報を受けた捜査当局は直ちに最新の DNA 鑑定を実施。遺体発見から約半年後、遺体の身元がミンディだと特定されます。そして2023年5月12日、ペンシルベニア州ランカスターでついに容疑者の身柄が確保されました。その人物は被害者ミンディの夫ニコラスだったのです。最初の妻ヘザーは確かにミンディは病死し、ニコラスは自動車事故で亡くなったと聞いていました。しかし蓋を開けてみれば、ミンディは殺害されており、ニコラスがその容疑をかけられている異様な状況。ニコラスは容疑を否定しました。そして自身の死を偽装してでも身を隠さなければならない理由があったと語ったのです。彼はこう言います。ミンディを殺したのは俺じゃない。 FBI のジム・マッキンタイヤだ。ニコラスは言いました。夫婦はその男に狙われ、そのために自分は身を隠していたのだと。これめちゃくちゃとんでもない話になってきたじゃない。でも夫婦が本当に狙われてたんだとしたらさ、何度も引っ越ししてたことに説明がつくわよね。要は逃げてたってことよね。まあそうではあるんですけど、FBI の人間に命を狙われるなんていうのはあまりにも非現実的に思いませんか？ニコラスの言うジム・マッキンタイヤという人物、一体何者なんでしょうか？犯人は別にいる。2番目の妻ミンディと再婚してから2年が経った頃、ニコラスはある奇妙な話を口にするようになります。政府の連中に監視されてるんだ。組織ぐるみで俺を狙ってる。あまりに現実離れしたその話に最初はミンディも半信半疑だったのかもしれません。しかしニコラスは元海軍の法務官で、国防総省ペンタゴンで働いたこともある人物。真剣な眼差しで訴えるニコラスの姿に妻ミンディは、彼の立場なら政府の監視対象となっても不思議ではないと、次第にその話を信じるようになっていきました。一箇所に居続ければ追っ手に居場所を突き止められてしまう。こうしてまるで逃亡者かのようにアメリカ各地を転々とする日々に身を投じていった夫婦。彼らが引っ越した回数は50回以上にも及びました。そしてこの引っ越しはある人物の指示によるものだとニコラスは語ります。 FBI のジム・マッキンタイヤって男が俺に指示を出してる。彼の指示に従えば身の安全は保証される。ジムの指示は引っ越しについてだけでなく、家族や友人との接触すら禁じるものとなっていました。連絡を取るなら居場所を悟られないよう暗号化アプリだけを使うこと。その暮らしは非常に窮屈なものでしたが、ミンディは夫の話を信じて従いました。こうして夫婦は次第に周囲から孤立していったのです。そして2022年11月下旬、数年にわたる逃亡生活を経てニコラスとミンディが身を潜めていたのはジョージア州サバンナにある民泊施設だった。日中の喧騒も遠ざかり静まり返った夜、リビングのソファーベッドの上にはミンディの変わり果てた姿が横たわっていた。
頭部は傷だらけで血にまみれ、腹部からも血がにじんでいる。両腕にいくつも浮かんだ痛々しい傷は彼女が最後まで抵抗したことを物語っていた。その傍らでおもむろに立ち上がったニコラス。彼は冷蔵庫の扉を開けると飲み物を取り出し、椅子に腰を下ろした。そしてスマホの通知音にニコラスは思わず顔をほころばせる。メッセージを目にした彼は画面に指を滑らせすぐに返信。これで二人の邪魔者はいなくなったよ。君に会えるのが待ち遠しい。ニコラスはスマホをしまうと机の上のナイフに手を伸ばした。そして妻の遺体に歩み寄るとためらいもなくそれを切り刻み始めた。ジム・マッキンタイヤという存在しない男の物語を完成させるために。検視報告によると、ミンディは頭部に9カ所の切り傷を負い、そのうち1カ所は頭蓋骨骨折に至るほどだったといいます。そして腹部にもまた深い刺し傷が残されていました。ニコラスはミンディの遺体を4つに切断し、人気のない森へ運び行き、その後彼女の両親や友人に対し、ミンディは入院し急死したという嘘の報告をしたのです。さらに彼は、ニコラスは自動車事故で死んだと自分の死さえも偽装したメールを遺族に送信。こうして自分の存在すらも消し去ったニコラスはその後、3人目の妻と結婚しました。その妻とはミンディ殺害の際、彼がメッセージをやり取りしていた相手。ニコラスは偽名を使って素性を隠し、逮捕されるその時までその女性と新婚生活を送っていたのです。これ奥さんに嘘を吹き込んであっちこっち連れ回した結果、その果てに殺したっていう話。もうなんか何が何なのかわけわかんなくなってくるんだけど。ニコラスはエリートを装ってはいたんですけど、実はね、かなり悪どい人間で、ミンディを何度も引っ越しさせたのは殺人以外にも理由があったんです。彼は妻に嘘をつきながら、ある責任から逃げ回っていたんです。血にこだわる男。ニコラスは2番目の妻ミンディとの結婚生活で政府に狙われているという嘘をでっち上げ、何度となく引っ越しを繰り返しました。ミンディを殺害する以前になぜそのような嘘をつく必要があったのか。その理由は彼の最初の妻ヘザーにあります。実のところニコラスはヘザーとの離婚の慰謝料として裁判所からおよそ150万ドル、日本円で2億3000万円もの支払いを命じられていました。彼は周囲には大手 IT 企業で働いていると話していましたが、それもまた嘘。2019年に海軍を退役した後は安定した仕事に就いておらず、莫大な額のその慰謝料は払えるはずもありませんでした。ニコラスはその支払いから逃れるため、誰にも知られずに姿をくらませる必要があったのです。また過去には銀行口座がハッキングされたと嘘をつき、海軍時代の同僚から日本円にしておよそ3000万円を騙し取ったことも。エリート弁護士という肩書きの裏で嘘を重ね、ニコラスは多額の支払いから逃げ続けていたのです。借金をして逃げ回って嘘ついてって、ダメ男じゃない。典型的なプライドばっか高くて過去の栄光にすがってるようにしか見えないわよ。ただここで気になるのは、この逃亡生活の末になぜ2番目の妻ミンディを殺害する必要があったんでしょうか。別の女性に心変わりしたっていうのはわかるんですけど、そうであればミンディと別れれば済む話なんじゃないかと思いますよね。なぜニコラスの借金からの逃亡生活の末、2番目の妻ミンディは殺害されてしまったのか。ここで皆さんに思い出していただきたいのが、ニコラスが最初の妻ヘザーと離婚した理由。2人は子宝に恵まれず、そのことから次第に夫婦としての愛情を失っていきました。そう、ニコラスには血のつながった子供が欲しいという絶対の願望があったのです。事実、ヘザーが別の男性との再婚後に子供を授かったと知ったニコラスは露骨に動揺していたといいます。ニコラスにとって2人目の妻であるミンディとの結婚は理想の家族を完成させる次なるチャンスでした。そしてニコラスとミンディが結婚して6年後の2022年5月、各地を転々とする中、ついにミンディは待望の妊娠を告げます。ニコラスにとっては長年抱き続けた願望がようやく形になるはずの瞬間でした。しかし実際はミンディは妊娠などしていなかったのです。これは遺体の解剖からも判明している事実。妊娠検査薬の不備だったのかもしれませんし、夫を喜ばせるための嘘だったのかもしれません。そしてただ一つ確かなのは、この事実を知ったニコラスが抑えきれない激情に駆られたこと。期待を裏切られたニコラスは怒りのままにミンディに凶器を振るったのです。ちょっと奥さんを何だと思ってるのよ。まるで子供を作るための道具のように思ってるんじゃない？ちなみにニコラスは3人目の奥さんとも再婚後すぐに妊娠前検査に行っているんです。
ます。ニコラスにとって家族は愛すべきものではなく、完璧な自分を演出するための道具だったのかもしれません。この心理については悪性自己愛という概念で説明できるんです。というわけで本日のメトラキーワード、悪性自己愛について。悪性自己愛とは1964年に精神分析家エーリッヒ・フロムが提唱した人格構造の一種、後年オットー・カーンバーグによって体系化されました。その特徴は古代な自己愛、反社会性、編集性、自我神話的なサディズムの4要素が結合していること。その中でも核心と言えるのが自我神話的サディズムです。自我神話的サディズムは自分の残虐性を悪ではなく強さの証として誇らしく感じてしまう心理。サイコパスと違って善悪の区別はつくものの、優秀で特別な自分を演じ続け、その自己像を脅かす存在は一切の罪悪感なく排除する傾向があります。このタイプの厄介な点は、表向きは魅力的で社会的地位の高い人物が多いということ。被害者は最後までその本当の姿に気づけないことも少なくないのです。子供がいる家庭、その理想が叶わないならためらいなく相手を排除する。ニコラスの強行は悪性自己愛の残虐性そのものだったのです。裁判においてニコラスは自分はジム・マッキンタイヤという男に操られていただけの被害者だと主張し、無罪を訴えました。裁判官はニコラスを良心を揺るがすほどの背徳感と悪意に満ちた心を持っていると厳しく非難。事件から3年後の2025年8月14日、仮釈放なしの終身刑に加え禁錮25年の判決を言い渡しました。ニコラスはこの判決を不服として控訴しています。子供が欲しいという理由で妻を殺害し、他の女性と再婚する。ニコラスが演じていた優秀で特別な自分にとって子供のいる家庭は不可欠だったのかもしれません。彼にとっては結婚相手さえも自分の理想を完成させるための駒でしかなかったのでしょう。元海軍で弁護士のニコラスは社会的地位こそ持っていましたが、それは必ずしもその人の人間性を保証するものではありません。一方で私たちは相手の甘い言葉や立派な経歴に惑わされ、実際に行動が伴っているかを見失ってしまうことが確かにあります。表向きは完璧でも実際に付き合ってみてがっかりさせられた、ひどい目に遭わされた。あなたが出会った相手にそんな人はいませんでしたか？おっそっすというわけでね、皆さん、先日ね、ちょっと日程変更をお伝えしたんですけど、6月27日土曜日にですね、福岡で初のね、アルゴのオフ会を開催させていただきたいと思います。というわけで、僕とね、ヤミゴさんがね、初めてね、福岡に行ってオフ会やるってことなんですけど、ご興味ある方はね、概要欄、固定コメントからね、ご応募いただければと思います。そしてね、ほんとずっと東京とか、この間大阪やったばっかりだったんですけど、はい、本当に対面でね、視聴者の皆さんと顔を合わせてね、お話できるっていうね、僕らにとっても貴重な機会なので、アルゴいつも見てるよっていう方ね、ぜひね、画面越しじゃなくてね、実際にね、僕らとね、お話ししてね、チェキを取ったりとかね、いろいろ考えてはいるので、ぜひね、ご応募いただければと思います。